リンゴのコンポートが乗ったケーキスタイルのフレンチトースト。一口サイズのフィナンシェに、玉と名付けられたカラフルなスノーボールクッキー。おなじみの洋菓子ですが、実は京都を代表する食材の一つ、京麩を使って作られています。お麩に何かプラスしたらをコンセプトに、麩の新しい食べ方を模索しているのが今回の主人公。1689年創業の半兵衛麩玉置真美社長です。お麩っていうのは伝統食材、京都っていうのがすごいキーワードになると思うんですけども、こんなお麩ってこんなものもあんの？お麩っていうものって何っていうところで、本来の伝統的なお麩とか日本料理和食に来てもらいたいなと思っているので、従来の半兵衛麩としてのしっかりしたお麩と新しい現代的なお麩っていうこの2つの柱で、現代的なところからまた奥に入っていってもらえたらなと思ってます。半兵衛麩があるのは京都市東山区。鴨川に架かる五条大橋から東南へすぐの築120年の町屋です。宮中の供膳に携わる大膳式で麩の作り方を覚えた初代玉置半兵衛が創業しました。現在でもおせちに使う麩を宮内庁に収めています。麩は室町時代に修行僧によって中国から伝えられ、寺院や宮中だけで食べられていましたが、江戸時代には懐石料理や茶会、法要の料理として町衆にも食べられるようになりました。半兵衛麩が創業した江戸時代中期、生麩と焼き麩を作る店は別々でしたが、半兵衛麩ではその両方を作っていて、いつしか京麩と呼ばれるようになりました。隣の洋館では半兵衛麩の販売を行っています。定番のものから季節を映した色とりどりの麩が並びます。半兵衛麩では30年ほど前から麩を使ったランチも出すようになりました。それが蒸しやしないという麩尽くしの料理です。京都の言葉でお腹の虫、グーってなったお腹の虫が鳴いたっていう、その虫を養う簡単なお料理っていうことで、木の芽味噌、赤味噌、白味噌の生麩の田楽に、銀杏、キクラゲ、ゆり根を包んだ利休棒といった普段あまり見かけない麩料理が並びます。お麩っていうのはもうほとんどお料理屋さんで食べるもの、特に生麩はそうだったんですね。でも美味しいし、皆さんにも召し上がっていただきたいと思って小売りを始めたんですけど、結構な方が食べ方がわからへんって言わはるんで、ご紹介するためにお料理にして皆さんにバリエーションのあるお麩料理を召し上がっていただいて、召し上がりながらちょっとしたポイントをお伝えできればなっていうので始めたのが最初です。この料理を作っているのは調理を専門的に習得した料理人ではありません。地元の主婦の皆さんが作っています。お家で作ってもらうお料理のご紹介ということなので、主婦のレベルで作れるお料理を目指しているので、調理しているものはみんな主婦の人たちが多いですね。家の味付けではないので、そういった面で難しいかなっていうのはあるんですけど、基本的なことは家でやってるのと同じような感じなので、扱い方さえ分かれば炊き物に入れたりだとか、焼いて味噌塗るだけでも田楽になったりとか、難しいことはしていないので。半兵衛麩の生麩は下京区で作られています。生麩も焼き麩も麩作りは小麦粉、もち粉、小麦粉から抽出した小麦タンパクを使います。今作っているのは
ごまを練り込んだ生麩、材料をすべて加えて混ぜます。混ぜ終わったら生麩に適した硬さになるように特別な機械で練ります。大きさと形を整え、木型に入れておよそ90度で25分ほど蒸します。蒸し終わった生麩を木型から外し、ミネラルを多く含んだ地下水で冷やせば完成です。釜茹でが終わった後にピカッと光っている、もうつるっとしてるとかですね、肌触りがいいとか、そういうような商品ができた時は嬉しいですね。不易流行の家訓を守り、時代時代に合わせた店を作り続けてきた半兵衛麩。玉置さんは女性の目線で今の時代に合わせた一歩先の麩作りに挑戦しています。京麩の製造販売を行う創業330年以上の歴史を持つ半兵衛麩。本店の2階は15年ほど前からあるものを展示する博物館として使用しています。それがこちら。金箔や漆の蒔絵などで絢爛豪華に装飾されたお重や器が並びますが、すべてお弁当箱として実際に使われてきたもの。江戸時代のものを中心に常時70点ものお弁当箱を展示しています。私たちは麩屋さんとして300年ちょっと京都の食文化と一緒にお仕事させてもらってたんですけれども、食文化っていうのはお腹を膨らますだけと違って器とかいろんな四季折々の楽しみがあるっていうことがあると思うんです。日本にはこういうお弁当、外で食べるものでもやっぱり趣を大切にする文化があるっていうことを皆さんにお伝えできればな、また見ていただければなと思って博物館を開設しました。時代とともに変化を続ける食文化の中で、今自分たちにできることは何か。半兵衛麩玉置真美さんが出した答えの一つが、新しい麩の食べ方を提案するブランド、ふふふ庵です。私が20代になるかならないかの頃、店頭でこれってオリーブオイルで焼いてチーズと絡めはったら美味しいんですよって言ったら、お客様がチーズと絡めるなんか麩作ってはる人に怒られます、もっとちゃんとした食べ方せなって言われて、いやいや作ってる方が言ってるんですけどって言っても、いやいやそんなんって言わはったんで、もっといろんな食べ方でお麩を楽しんでいただけますよっていうような発信をしたいなと思って。7年前に始めたふふふ庵。その中でも人気の商品はパルミジャーノ・レッジャーノチーズと粗挽きのブラックペッパーを練り込んだ枝シリーズのチーズ&ペッパーです。半兵衛麩の焼き麩とふふふ庵の商品の多くは美山で作られています。チーズとブラックペッパーを練り込んだ生地、一つ一つ木の枝に見えるように手で伸ばし、表面にも粉チーズをまぶして焼き上げます。サクッとした程よい歯ごたえ、チーズとブラックペッパーの香りが強いお菓子です。さらにチョコレートをコーティングした梢といったスイーツのほかに、チーズやバジルを練り込んだ麩をクルトンのようにスープに入れて食べる野菜スープも作っています。もともと麩っていうのは精進料理から出てきてますので、精進料理では貴重なタンパク源として多分主役の中の一人やったとは思うんですけど、
一般の生活をしているとお肉とかお魚とかっていう主となるタンパク質っていうのはあるので、オフはもう脇役でいいと思ってます。その代わりドラマとかと一緒ですごいなんぼいい主役の方がいらっしゃってもそれだけでは多分成り立たないと思うので、名脇役って言われる方々がちゃんと陰でサポートするっていうことがあると思うんで、その名脇役にはなりたいと思ってます。反米婦玉置真美さん。不易とは変わらないもの、流行とは移り変わるもの。不易流行の家訓を礎に、玉置さんは新しい負の可能性を滑らかに練っているのです。